私たちが初めて仕事をした京都府舞鶴市にあるソーステイという建築プロジェクトを展示します。で汽水域っていう海と川の間にある場所なので、水の流れもすごい大事にしていて、そのいろんなものの流れていくこと、右から左に流れていく、左から右に流れていくみたいなことを一つの写真作品で表したいと思っていますし、初めて建築に対して香りを入れるっていうことを僕はさせてもらったんですけど、いろんな人が五感を通じてその場所を体験したりとか、もっと深いところまで、建築を通して入っていけることがよりこれからできていくと、その街にとっても人にとってもつながるポイントが多くなって、より活性化できるんじゃないかなと思います。なるべくこの会場に来てくれた人が大阪の街に飛び出すような仕組みを何か作れないかなと思ってます。で具体的には大阪のマップに僕らが今まで設計してきた建築であったり、そういったものをプロットしてここで展示を見てもらって、会期中はなるべく現地を見学してもらえるような状態にするので、実際そのまま会場を飛び出して大阪の街に出てってもらえたらなと思ってます。物理的に人をもう無理やりここに巻き込むみたいなことをしたいなと思ってます。子どもたちをたくさん呼んできて、レゴを使って理想の建築を作ってもらうっていうワークショップをやりたいなと思っていて、僕ベルリンに住んでいたっていうような過去もあって、その人たちがどう都市に対して都市を使いこなしているかみたいなところと、日本の現状みたいなところに結構ギャップを感じているっていうところがあって、でそのためにやっぱりその都市っていうのが誰かによって作られて改変できないような凝り固まったものじゃなくて、自分たちの使い方次第ではいかようにもできるものであるっていうようなことを知ってもらうきっかけにこの展示をできたらなというふうに考えています。斜めの家は友人である画家一家が住まう予定のアトリエ兼住宅でして、シンプルな姿形をしています。緩やかな傾斜地から生まれた斜めがどのように生活の場を作って、逆に画家一家がどのようにして斜めから生活を発見するのか、そんなことが伝わる楽しい展示を企画中です。アブダビに行ったことがありまして、夕日が夕方だったので落ちていて、その夕日をみんなが同じように見ていたんですよ。でこのオープンスペースでバラバラに思い思いの活動をしているんだけど、一つのものでつながっている、そんな浜辺のような建築ができたら、まだ答え出てないんですけど、何かできるんじゃないかなということで2人で話してます。僕は普段ですね、言葉と物の間の遊びっていうものに注目して、探求を続けているんですね。で今回の展示の中心となるのは白熊ハウスっていう北海道札幌市に設計した住宅で、その住宅というのがある意味の薄弱な形っていうのを出発点にして、それを僕ら設計者が、そして施主がそれぞれ解釈し合いながら、ある意味観主観的なそういうプロセスを意識した住宅です。人本来の誰もが持っている想像力っていうものの一端をちょっと感じ取ってもらえたらいいなと思っています。人間とはとか、人間らしさとは、それに加えて家とは何かみたいなことが20代前半、学生時代に自分がよく考えていたことで、それから今30なんですけれども、学校の課題だけをやってきた頃とは違う自分が、その人間的な家とは何かっていうことを考えた時に、どういうものが引き出せるのかなっていうのを展示に込めたいと思ってます。その人間的な家とは何かっていうことを考えることは、都市とは何かっていうことを考えることにもつながっていくと考えているので、そういう展示になるといいなと思ってます。今回のプロジェクトは私の実家の改修と新築の
2つの可能性を探るプロジェクトです。で、私自身が実家にいた時から今仕事をし始めて家に出るまでの間にかなり大きな変化があって、その全てが、母親による物の移動だったり片付けによる変化で、棚の中も忽然と何かが消えたような不思議なお家になっていて、どうしたのって母親に聞くと、いつでも引っ越せるように片付けてるんだって言うんですね。愛着を取り外す作業を彼女はしていて、やっぱり平面計画をたどっていくと彼女の名前のつく部屋はなくて、彼女のプライバシーを保てる鍵のつく部屋っていうのを今回改修計画の上で作ろうとしているんですが、それを改修するのか家族みんなで引っ越していくのかっていう2つの未来に委ねて計画をしようとしています。本来僕は建築っていうのはどんな小さな活動であれ社会的な活動だと思ってるんですよね。言ってみれば建築と社会、あるいは建築における社会性みたいなものが本当のところどういうものなのかで、それはジェネレーションによる違いがあるのか、あるんだとしたらどういうものなのか。なんかすごいものすごいどうにも扱いきれないものになっちゃうみたいなところが社会って言葉にもすごいあってさ、もっと自分ごとで語ってもらわないと社会を語るにしても環境を語るにしても全然響いてこない。社会が求められているものに応える方が自分の中から湧き出るものを表現するよりもちょっと簡単っていうか、本当はやっぱり自分自身が本当何をしたくて自分自身の言葉で語るものを見つけることの方がよほど難易度としては高い。田代さんが言ってたその自分を掘り下げてみたいなこと、それちょっとなんかもう正直盲点だったというか、やっぱ将来としてはでっかい建築作りたいという憧れを持ちつつ、でももっと目の前には例えば空き家の問題とか、なんかお金の問題とか、なんかそういう SNS の炎上の問題とか、もっとそういう問題が目の前にあって、それをどう捉えたらいいのかの方が忙しい。建築文化をどうつないでいくか、そういう生存戦略、そのためにはとことん多様な遺伝子があった方がいいじゃないですか。その一つとして僕がちょっと変わった模倣子遺伝子としていたらいいし、みんなも全然違う遺伝子として多様化していくと、建築も含めた文化っていうのの生存可能性が高まるんじゃないかと。そういうのが僕は社会性、今の社会性だと思ってます。自分自身の中にも同じ縮図として社会があるし、外側にも同じ縮図として社会があるしっていうふうに必ず直接的に結びついているものなんじゃないかなっていうふうに思ってます。例えば物を食べたりとか服を着たりとかいうのと同じように建築があるし、あるいは社会にもそういうふうに思ってもらいたいっていうふうな活動をしてるっていう点では結構共通していて、その希望を見出したいっていう人間の根源的ななんか欲求みたいなものっていうのは、実はそれぞれの個々人じゃないと考えつかない何か不思議なもの、面白いものっていうのの価値っていうのをものすごく高めてくれるんじゃないかなと。その全ての個人がそういうものを作り得るポテンシャルを持っているっていうのが面白い時代になってるなっていう。皆さん共通してなんか人間が中心にあるなっていう感じがしました。それは言葉、あるいは絵、写真、SNS、いろんなメディアがありますけども、やっぱり建築というメディアがその人間っていう、なかなか曖昧模倣として摩訶不思議なものっていうのをやっぱり捉えて人をつなげる、そういうものになるんじゃないかというところが共通点としてあるような気がします。皆さんもぜひここから建築の未来、建築と人間の関係を改めて考えてみてはいかがでしょうか。